こんにちは、トパラグです。ついにですね、メタクエストプロ、これ予約注文していたものをね、先ほど郵便局止めで朝7時なんですけど、取りに行ってきたので、これについてちょっとね、今回開封していきたいと思います。今回ね、メタクエストプロカラーパスするって言って、VR ゴーグルをね、装着したまま、外の世界がね、カラーで見られるっていう、拡張現実的なことができる VR ゴーグルなんですね。ちょっと前にもね、こういう動画出したんですけど、僕 VR 空間で作業環境を整えるっていう時代が本当にね、来ると思ってるんですよ。それを信じてやまないんですけど、今回ね、メタクエストプロではそういう方向性になんか舵を切ってる感じがするので、それがね、本当に楽しみで、今回はそういうところとか実際にどうなのみたいなのを試していこうと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、改めてこちらがメタクエストプロです。今までのね、クエスト2、こういうゴーグルよりも若干ね、ここがスリムになって、なんかスキーのゴーグルみたいなスポーティーな雰囲気になった気がします。そしてカラーが黒になっている、白じゃないのかっていうのはね、個人的に残念ポイントではあるんですけど、改めてどういうものかっていうのを一応簡単に紹介しておくと、スタンドアローン、これ PC を接続せずにこれだけでね、使えるタイプのゴーグルですね。この中に CPUとかそういうのが入っています。かつここにね、パンダみたいな感じでこのカメラが備わってるんですけど、このカメラによって今目で見ているこのね、現実世界をこうね、 VR 上に表示させることができるっていう機能が備わっています。あとね、表情トラッキングとかが新たに備わったっていう感じですね。詳しくはね、後で紹介していくんですけど、これ驚くのが価格で22万6800円するんですよね。これまでね、僕が持っていたこのクエスト2が3万円台で購入できたので、円安の影響があったりプロ向けだったりっていうところで高くなってると思うんですけど、それにしてもめちゃくちゃ高い。早速開封していきます。よいしょ。はい、僕みたいなね、初心者というか、開発者でもないし、ただ趣味で楽しんでる人間としてはメタクエストのプロなんていらないって思われるかもしれないんですけど、このね、カラーパススルーによってさっきも言ってた仕事がね、この中でできる気がしていて、その方向にね、かなりシフトしていってる印象なので、今回購入したっていう感じですね。開封。黒い。ちょっと持ってみよう。かなりなんかプロっぽいというか、ちょっとやっぱ高級感というか、かなりね、デザインの雰囲気がかなり違いますね。割と華奢な感じというか、やっぱね、このプラスチックのここの部分折りたたんだりできずに、本当にこれ一体型っていう感じですね。で、ここがね、ヘルメットというかクッションというか、頭がちゃんと後ろでね、固定できる感じで、装着感は前のクエスト2とかより全然ありそうな気がします。ここが割れないか心配だな、落としたりして。結構表面から見ると反射が厳しいような、なんか虫みたいな感じですね。虫の複眼みたいな印象です。サイズ感はこんな感じですね。クエスト2と並べてみるとこんな感じですかね。この部分はね、本当に社外製のやつで購入したやつなんで、クエスト2本体としてはこんな感じですね。ここにゴムベルトみたいなのつけて、でこうやって目に装着する感じだったんですけど、クエストプロはこのフレームが一体型になって、背面にもね、なんかバッテリーとかを搭載していて、こっちにCPU とか搭載してるみたいな感じらしいです。手で持った感じだとやっぱね、 200g くらい重さが違うので、クエストプロの方が重く感じますね。付属品をちょっと見ていこうと思うんですが、こちらが新しいコントローラー。ちっちゃい。ちっちゃくてめちゃくちゃ馴染み。なんかね、小さい分ずっしりね、この中に詰まってる感覚がありますね。簡単にクエスト2のコントローラーとサイズ比較するとこんな感じですね。輪っか部分がなくなってかなりコンパクトな気がします。打鍵感もこれかなりカチャカチャしてたんですが、それがなくなって上品な感じになりました。 45W 給電ができる AC アダプターと充電用の Type-C ケーブルと、あとコントローラーがね、ちょっと特殊な充電の形状をしているので、そのためのケーブルですね。ですごいマイクロファイバー製の布と、あと説明書類がこの中に入っているっていう。で、あとペン先がストラップの代わりにこういうね、ペン先を装着して疑似でね、こうデジタルで書くことができるみたいです。円盤型のめちゃくちゃでかい充電ドックがついてきましたね。よいしょ。充電するときはこんな風にかなりコンパクトめにね、こうやって置いておけるみたいですね。あと一応なんか遮光ブロッカーっていうのも入ってる。すごいマグネット
トが内蔵されてて、このままカチッとやるとこの横の部分をねガードしてくれるみたいですね。一応簡単にスペックはこんな感じですね。スナップドラゴンのVR 機器用の、チップを搭載していて、これねクエスト2の 1.5 倍の性能、そしてメモリがね倍の 12GB になったっていうところで、結構ここがプロ進化の楽しみですね。割とねクエスト2で処理落ちしてたとか、リフレッシュレートがねどんどん下がっていく問題があって、結構ねそこが不便だったので、その辺解消してくれてそうな気がします。でストレージが 256GB 一択で、かなり変わったのがこのディスプレイ部分ですね。今までよりも 40% ぐらい薄くなって、で解像度はねほとんど変わらないみたいなんですけど、ピクセルの密度が従来よりもね 1.4 倍近くギュッとなって、でかつねコントラストとか、あと色のね表現性がちょっと高くなってるみたいです。視野角も若干広くなって、テキストとかもかなり読みやすくなってるらしいので、その辺ちょっと PC 作業するのに楽しみですね。で本体をねちらっと見るとカメラがねいくつもついているんですけど、クエストプロの売りであるパススルー機能に関してはクエスト2の4倍の解像度を誇るそうです。これがどのぐらい日常生活でも自然につけられるのか、今後ちょっと検証していきます。スペックで見ると結構面白いのが、このコントローラーにもスナップドラゴン662っていうエントリースマホ向けのねチップが内蔵されてるんですよね。本体だけじゃなくてコントローラーでもね多分画像処理とかそういうのすると思うんですが、こういうところを考えると、このスペック上の 1.5 倍っていうのよりもかなりなんか処理能力上がってるのかなっていう気がします。僕はエンジニアではないので、これがねどのぐらいすごいってなるのかわからないんですけど、おそらく今後のデバイスの流れとしては、単体で処理させるとかじゃなくて、こうやってね複数のデバイスなり、スマートフォンもね接続したりで、いろいろなところに処理を分散させて、どんどんねパワフルにしていく方向に行くのかなっていう感じがしています。M1 チップとかもね M1MAX とか M1 ウルトラとかガシャンガシャンガシャンっていくつかつないだような感じだったので、それを無線的なところで行うのかなっていう気がしています。あくまでそこは僕の予測です。スペックの話ばっかりずっとしててもしょうがないので、実際にちょっと試していきたいと思います。まだ起動はしてないんですけど、ちょっと装着してみます。よいしょ。こんな感じか。装着感めちゃくちゃ楽ですね。本当に重さはクエストプロより全然感じにくい気がします。これと 200g 違うんですけど、やっぱ重量のバランス両方にあることでかなりしっくり、こうやって動かしても軽さをめっちゃ感じる。なんかねこの装着した感覚としてはどっちかっていうと、こういうねアンリアルエアーとかにちょっと近い感じですかね。この部分ぐらいだけが見えていて、でこっち側は本当に外部の視界です。横に人が立ってたら何みたいな感じで見えるし、なんならこのデスク全体がね今見渡せる感じですね。これは結構意外な装着感な気がします。こうやって動画撮ってても周りにね何があるのか分かるので、いちいちこうやってクエスト2みたいに外してまた付け直してっていうのが必要なさそう。これは楽だな。なんかちょっとね電源を起動したんですけど、ちょっとこのホーム画面ねミラーリングができなかったので、ある程度初期設定を完了しちゃいましたという感じで、今ね見てる景色がこれホーム画面ですね。結構綺麗だと思うんですけど、ここのねキャプチャー部分はちょっとね PC 経由なんで若干汚い感じに見えるかもしれません。この辺は実際に見てもらってほしいっていうところで、画面に関してなんですけど、やっぱりねこの脇の方からかなりね外の世界、今僕が見てる世界が見える感じなので、没入感は圧倒的にクエスト2の方が上な気がしますね。ちゃんとね遮光用のアクセサリーも売ってるので、それがね届けばまた違う感想だと思うんですけど、VR 画面を見ながらね下でPC 作業ができるとか、そういう点に関しては結構プロ仕様っていうところですかね。画面の質に関してパッと見はねそんなに違いクエスト2と感じないんですけど、こういうねホーム画面というか、なんていうんですかね、設定画面とか文字をね見る的なところで言うとかなりはっきりと見える気がします。やっぱねコントラストが結構高めに寄っている気がするのと、解像度はぶっちゃけクエスト2とねそんなに変わんないんですけど、この
なんていうんですかね、クエスト2の時はこの画面の部分ぐらいしかねちゃんと文字が読める感覚なくて、こう装着感によってはかなり見づらい感じだったんですけど、このクエストプロはねこういう画面のなんていうんですかね、この端っことかから見ても結構ちゃんと文字がね、こう目をね流し目で見たとしても文字が結構ちゃんと読めるところがやっぱすごいなと思います。解像度自体は変わらないけど、こうやってね視野角が広いので、こう画面をねいくつか置くような作業とかでもかなりね進化を発揮してくれる気がしますね。これはありがたいわ。で結構ね知りたい人も多いと思うんですが、やっぱパススルー機能ですよね。このカラーパススルー機能、ここを押すとオンになるんですが、こんな感じです。ちょっとね今僕が見てる景色がそのままここにね、画質は荒いと思うんですけど、意外とまあくっきりと見えるかなってところですね。ただこれみんな Twitter でも言ってるんですけど、思ったより画質は荒い感じです。なんかこう iPhone3GS で動画を撮った時みたいな、すごいね解像度 480p みたいな、そういう感覚ですね。画質は荒いけど普通にねここにスピーカーがあるなとか、ここにコントローラーあってマウスがあってとか、そういうのはね全然見えますね。文字に関しては相当近づいてもちょっとね厳しい気がする。この辺を結構期待はしてたんですけど、現状キーボードの文字を読むので精一杯って感じですね。なので例えばこういうねこんにゃく現象というか、近くで見てるやつがぐにゃぐにゃするのでちょっとね酔いそうな感覚があります。5時4分っていうのは見えるけど、このね水曜日みたいなのはちょっと厳しいかなってところですね。最初僕が期待してたこの現実空間の中に AR 的にね VR コンテンツが表示されるっていうよりかは、完全になんか画像を合成してるっていう感覚ですかね。アプリのアイコンとかは見れるんで、こうやってね音楽流す時にパッと撮ったりはできるんですけど、ぶっちゃけそうやって使うならこの下からね覗き込んだ方が早いかなっていう感じですね。例えば手元にあるやつとかだと MacBook に表示されてるこういうね文字を読むのはちょっと厳しそうですね。一応こんな感じですごいザラザラでレトロな加工されてるみたいな感じなんですけど、動画をね見たりするのはギリギリできるかなって感じですね。カーソルがどこにあるかとかを見るのはちょっと気合が必要。この隙間から見た方がそれこそ全然いい感じです。ただこういう感じで何かを、例えばブラウザを表示してる最中とかにこの机の上のデバイスとかを撮りたいとか、ライトをねオフにしたいとか、そういうねちょっとした日常生活に支障はきたさないぐらいの動きはできるかなっていうところですね。この辺はね現状ちょっと残念な感じなので、アップデートでなんかいい感じになることを期待しています。トラッキングが失われました。これ結構頻繁に起きるんだよな。さっきからこのコントローラーのトラッキングとか、そういうのが結構失われる現象が強いですね。であとは文字を読む系以外は基本的にクエスト2と体験としては一緒だと思いますね。こういうね受動的というか能動的に自分が作る以外のコンテンツに関しては基本的にねなんか体験はクエスト2とほぼ変わらないです。でもなんかトバログワールドクエスト2で見るよりコントラスト高くて色が綺麗。このね本のこのなんか感じとかディスプレイがちょっと良くなったからか発色が全然違いますね。なんかこういう本とかもなんか写真見たりとか、ちょっとねワールドなんか全然変わらないと思いきや、ちょっと発色が良くなった分楽しさが違うかも。例えば VR チャットやりながらこうやってね人とコミュニケーション取ってなんかこうコーヒーを飲むとか、ちょっとね手元にあるやつが探しやすくなりますね。単純に下が空いてるゴーグルタイプだからなんですけど。でクエストアプリで言うと個人的に結構期待してるのがイマーズドなんですけど、イマーズドでちょっとレンズを今回ねこの指導調節というかレンズの間隔が結構ねいい感じなんですよ。イマーズドは前にもね動画で紹介したんですけど、 PC 作業を VR 空間の中で行うためのアプリなので、結構ね文字をちゃんと見たりとか、あと発色気にしたりとか、今ねこのデスクトップ PC の画面を Wi-Fi 経由でメタクエストプロにね送っています。でこれ僕が最初に話した VR 上で作業環境を整えたいっていうのにね一番近いアプリケーションなんですけど、こんな風に大きい画面と下に小さめのねフォルダ画面だったり、5枚までね置けるんですけど、今この映像をね録画しているこの画面だったり、そういうのがね置けています。
こんな風に動画編集をしたり、あとは PC 上の Chrome でこうやってねブログを開いたり、一応こういう感じで VR 環境上でブログを書いて画像をねこの下のフォルダから開いてっていうのがこの環境だけで出来上がるんですよね。このアプリはね前紹介した通りなんですけど、今回ねカラーパスする機能が使えるので、ちょっとねこんな感じでよいしょパススルーすることで現実世界にこのディスプレイが123枚浮いてるっていう、これがね結構強くないですか。パススルー機能に関してはクエスト2の時にもすでにねできてはいたんですけど、クエストプロはこんな感じでフルカラーで使うことができます。こういう風にねキーボードを見たり、点キーここにある、トラックボールここにあるとか、ライトここだとか、このねデスク上全てだけじゃなくて、このね今見ている景色をね全部ねここに投影して、なおかつディスプレイだけがAR 的に出てるっていう、これがね結構未来を感じるんですよね。もちろん VR 空間で作業したいっていう時はここでねこう集中して作業することもできるし、逆にねこのキーボード部分だけ現実っぽくて、あとはね VR っていう使い方もできるんですよ。でこれをねガッと引き伸ばせばデスク全体が見られるんで、ちょっとねタスク管理とかそういうのは難しい気はするんですけど、携帯にね通知が来たらこうやってチラッと見たりとか、そういうのぐらいだったらできそうな感じです。現状だとディスプレイのねコントロールがちょっと難しくて、あっち行ったりこっち切ったりっていうのがねしちゃうんで、なかなかね使い込めてはないんですけど、結構今後どんどん定期的に使っていきたいなって思っています。はい、こんな感じでいろいろクエスト用のねアプリ試したんですけど、僕がね今のところ本当に使ってみたいのはここなんですよね。はい、ちょっとねまだ開発中なんですけど、トバログのオフィス部屋というかイベント会場的なやつですね。これは僕がねブレンダーでモデリングしてユニティに持ってきた VR チャット用のワールド制作なんですけど、こういう時におそらくこのねパススルーじゃなくて横からこうやってね画面とか下が見えるのめちゃくちゃ楽だと思うんですよね。基本的にこのワールドを確認するときって実際にね VR ゴーグルをかぶるんですけど、いちいちこう PC 画面を見るためにこれ着脱してたんですよ。それがなんかこれさすがプロっていうだけあって、クリエイターとかエンジニアの人めっちゃ嬉しいと思うんですけど、こうやってね外した時に PC 画面を見てるだけど、このクエストプロもね電源がついてるっていうかスリープ状態になってないっていうところがめちゃくちゃ強いです。でそのまんまビルド&テストを押して、この操作をするためにいちいち今まで着脱してたんですが、こうやってね横から見えることで今どういう状態なんだろうっていうのがねすぐ分かるのめっちゃいいかもこれ。はい、こんな感じで実際にね作ったワールドは実際にこう VR で入ってどういうところがおかしいかとかをチェックしていくんですよね。海の場所とか大丈夫かなとか、この椅子の高さとか影変じゃないかなとか、あそこライト消えてるとか、実際にねこうやって入ってみないとわからないところが結構ねありまして、そういうのをいちいちチェックするためにこうね着脱もしなきゃいけないんですけど、クエストプロだとおでこに乗せた状態でもねこの画面がね消えることなくこう動いてくれているので、ちょっと例えばね直したいところがあったらメモでね直したいところ箇条書きにガーってキーボードいじってまた装着したりとか、そういうのがねめっちゃしやすい気がします。 VR チャットで音楽かけたり DJ やったりする人もいると思うんですけど、そういう人もね本当にこれで操作できるし、おでこに置いて操作できるし、そういうクリエイターとかそういう人向けって感じがしますね。本当はねカラーパススルーでこれができたら最高なんですけど、このね気軽に着脱できる感じだけでもね買ってよかったかもしれないです。これは結構ね実際に使ってみて分かったところですね。あと最近ね Adobe が発表したサブスタンス 3D っていうアプリもね今体験版ダウンロードしてるんですけど、こういう風にね、モデリングできるというか、粘土みたいにねこういうのをいろいろ組み合わせて何かを作るっていうツールもあるんですけど、これとかもどっちかっていうと没入感っていうより何かねこう資料を見ながら作るっていうことが多いかなと思うので、そういう点でもこの下が空いてるっていうのは結構強い気がしますね。大きくしたり小さくしたりみたいなのも自在にできたり、いやこれなんか使いこなしたいな、これ面白そう。ブレンダーで空間をモデリングするのはある程度できるようになったんですけど、こういうね粘土みたいなのを作るのはまだまだ苦手なので、ちょっとこの辺チュートリアルとかもやっていきたいと思ってます。
はい、という感じで今回はね、メタクエストプロ、ちょっとだけなんですけど、ハンズオン的な感じで紹介してみました。正直なところ、カラーパススルーはね、そこまでなんか実用的じゃないのかなっていう感じはして、アップデマッチ的なところなんですけど、結構ね、文字の読みやすさとか、あと視野角の広さとかですね、で、コントラストの高さとか、全体的にね、ディスプレイの質が上がってて、普段使いにはかなりいいのかなっていう感じがします。で、特にね、プロっていう名前だけあって、没入感はそこまでないんだけど、こうやってね、作りながらおでこの位置でスリープ状態じゃないままキープできたりとか、あとね、資料を見ながらこう下の方からね、こうなんかいろいろ見たり、そういうのができるのが結構ね、地味にありがたいかなと思います。で、感想としてはほとんどの人にとってはクエスト2で十分で、解像度もね、かなりこれ高いレベルで実現してると思うので、基本的にはクエスト2で十分だと思います。たださっきみたいにモデリングしながら何かを見たりとか、そういうね、クリエイターエンジニアみたいな用途だったらやっぱりね、プロでもいいのかなっていう感じですね。これがね、仕事になってる人だったら本当に買ってもいいのかなっていう感じがします。はい、というわけで今回は簡単な感じだったんですけど、これで終わりにしようと思います。またね、こういう作業環境的なのとか VR 的な動画撮っていきたいので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ともろげでした。